皆さんこんにちは。 NPO アスイクという団体の代表をしております大橋と申します。私たちの団体の紹介をさせていただきます。私たちが立ち上がったのは震災が発生して約2週間後、3月28日でした。当時ですね、津波でいくつかの学校が被災して使えなくなってしまって、残った学校に関しても何十万という避難者が押し寄せていて、いつ出れるかわからないというそういう状況でした。その状況が続くとすると、今後数ヶ月にわたって、教育という基本的な行為を受けられない子どもたちが発生してくるというそういうリスクがありました。そういったリスクに対応するために、すぐですね団体を立ち上げて、このアスイクという団体が出来上がったということです。当初計画したのは、すごくシンプルでして、教員志望の学生さんとかを、学習サポーターという形で避難所に派遣して、避難所生活を送っている、小学生から高校生に対して学習面から支援していくということを計画しました。ただですね、当時はまだ、食べるものもままならないと、そういう状況でしたので、避難所からはたらい回しにされましたし、保護者からも時には厳しい反応をいただきました。子どもも、こういった活動どうかなというふうに投げかけても、中には無関心の子どももいたという状況で、こういったことがもしかして本当は必要とされていないんじゃないかという、そういう不安の中で、ただ立ち止まっているわけにはいかないということで、動き回っていたという状況です。団体を作ってからちょうど1週間後の4月3日に若林体育館という避難所で第1回目の活動を行いました。これはその時の様子なんですけれども、始まる直前までは暗い顔をしていた子どもたちが、このサポーターと、お互い自己紹介して活動が始まった瞬間にパッと顔が笑顔になったという様子を見て、私はこの活動が本当は必要なんじゃないか、必要なことなんじゃないかという確信を持ったという出来事でした。この第1回目の活動の時に、河北新報の、記者さんとか、マスコミの方も一緒に連れてきまして、取材していただいた結果、いろんなところで活動が取り上げられて、自分もサポーターとして参加したいですとか、あるいは教材を支援したいとか、そういったいろんな方々の、支援、サポートというのが集まってきて、この活動が軌道に乗ってきました。4月から6月の3か月間の活動実績はこちらの、図の通りです。実施場所が4市町9カ所の避難所ですね。回数でいうと59回、サポーターで参加した方々は延べで308人、参加した子どもが444人延べでということになっております。もう少し具体的に言うと、大きく3つのフェーズに分かれていたかなと思っています。第1フェーズは学校が再開するまでの期間、主に4月中です。この期間、私たちはたとえ単発になってしまっても、一人でも多くの子どもと接するということを重視して活動してきました。なぜかというと、避難所の中で勉強できるということを子どもに意識づけするということですとか、あるいは学校が再開すると決まっていましたけれども、実質的には情報が錯綜してどうなるかわからないという不安を抱えていた保護者の方々の不安というのを少しでも軽減するということを大切にしましたので、たとえ単発になってもいろんな避難所を回って一人でも多くの子どもや保護者と接するということを行ってきました。フェーズ2が、仮設入居まで、避難所を出て仮設住宅に入居するまでの期間ですね。この期間に、重視したのは大きく2つあります。1つ目がリーダー制の導入ということですね。活動先となる避難所ごとに学習サポーターの中からリーダーを、設定しまして、現場のマネジメントは彼らが自律的にできるという、そういう体制を作ってきました。私はリーダー同士の会議を運営して、その中でノウハウですとか困ったことを共有すると、そういった組織、ある種階層を作って効率的に回してきたということが1つ目ですね。もう一つは、避難所ごとに担当サポーターを固定化するということを、注力してきました。これは避難所生活が長くなっていく中で、子どもの方もやっぱりストレスが高まってくる、そういった状況の中で、入れ替わり立ち替わりいろんな人が来るよりも、ある程度、顔見知りで、慣れたサポーターが来てくれるということが大事かと思って、そういったサポーターの固定性を導入したということですね。今、フェーズ3の仮設入居後の、ステップに活動としては移っております。7月から仮設住宅での活動を始めまして、今の時点では4カ所の仮設住宅内の集会所で活動を展開しています。特にですね、人間関係づくりをベースにした学習サポートというのは、今、特に力を入れているところでして、担当サポーター制というのをより明確にした形でやっています。保護者からも申込書というのをちゃんと書いていただいて、その申込書に沿って、その子に合うようなサポーターというのをこちらでマッチングして、同じ
子どもに対して同じサポーターが継続的にフォローするということをやっています。それからプログラム化というのもある程度やっていまして、ざっくり言いますと3ヶ月のプログラムなんですけれども、その1回目ではもう関係構築の場にしてしまって、本当にサポーターと子どもが理解し合うと、そういうような設計というのも、仮設住宅での活動からはやっております。それからですね、よりこの活動の質を高めていくために、民間企業との連携というのも、積極的に進めています。この写真の、様子はですね、ある、教材会社さんが子どもに合った教材というのをその場で出してくれるというシステムを導入してくれた時の映像です。この他にも大手の教育機関さんと連携してサポーター向けの研修ですとかそういったものも動かしております。はい、でそれ以外ですね、いくつかの事業も展開しております。一つは借り上げ住宅に移住した子どものための直営教室ですね。8000戸、仙台市内だけで8000戸と言われる借り上げ住宅に行ってしまった子どもたち、散らばっている子どもたちの受け皿を作るという意味で、この直営教室という事業も今展開しております。それからもう一つ、被災地子ども白書というものの出版活動も行っています。私たちが日々接している親御さんですとかお子さんに本当に1、2時間みっちりお話を伺って、その内容をもとに本というのを書いて、いる中に本当に何が今必要なのか、これから何が必要となってくるのかということを被災した親御さんですとか子どもの代弁者としてやっていくということを動かしております。で最後になりますが、私たちは、今被災した子どもに対しての支援活動というのを行っています。ただそれだけでは終わっていけないと思っています。これまでの活動を通して今回被災した子どもたちともともと問題として存在していた貧困家庭の子どもたちが置かれた状況というのはすごく近しい部分が多いというふうに感じております。で私たちは子ども本人がコントロールできない状況によって将来的なハンデを負う子どもを一人でも生み出さないということを目的にこれまで活動してきました。でその本人がコントロールできないという状況が震災というものだろうが、生育環境、家計の経済的な状況だろうが、そこは分け隔てなくサポートできる体制を今回の震災をきっかけに作っていく必要があるんじゃないかというふうに考えております。はい、以上 NPO アスイックの今の活動と今後の展開というお話でした。ありがとうございます。